なんかデタラメに速いのでちょっと不安なんですけど、これが印刷速度 250ms/s の速さ。古い方のプリンタはまだ土台部分をプリントしています。いや、速かったですね。圧倒的。はい、どうもビバです。当チャンネルはアクアリウムのチャンネルなんですが、僕自身いろいろものづくりが好きだっていうこともあって、アクアリウムの自作アイテムをいろいろと紹介しています。基本的には100均のアイテムをアクアリウムに流用したり、あとは木材を使った DIY なんかをやっていたんですが、最近すごく楽しくてハマっているのが 3D プリンターでアクアリウム用品を作ること。今見てもらっているものは当チャンネルで動画にして紹介したアクアリウム用品。これもこれもこれも 3D プリンターで作ったものになります。100均の商品とかだとどうしても形が決まっているので、切ったり貼ったりいろいろ加工はできるんですけど、やっぱりゼロから形を作れる 3D プリンターの自作アイテム、これはめちゃめちゃ面白いです。今回こんな感じで 3D プリンターの動画をアップしていたおかげなのか、なんと新しい 3D プリンター使ってみませんかとお声掛けをいただきました。今回ご提供いただいたのはこちら、 3D プリンターではおなじみのクリアリティ社の積層型 3D プリンターエンダー 3V3SE 名前が結構ややこしいんですけど、エンダー 3V3SE です。今回ご提供くださったのは、主に撮影機材とかでコスパのいい商品を販売しているパーギアさん。最近 3D プリンターも取り扱われていて、今回はパーギアさんからご提供をいただきました。このエンダー 3V3SE はすでに発売されていて、発売時期は9月ぐらい、かなり新しい商品です。パーギアの公式サイトとか楽天市場で購入することが可能です。下の動画説明欄に商品リンク載っかってますので、興味のある方はそちらからチェックしてみてください。このエンダー 3V3SE、 3D プリンターとしてはエントリーモデル、結構安く買えるので、これから 3D プリンター始めてみたいっていう方はかなりおすすめの機種になっています。実はビバークアはこのエンダー 3V3SE の何世代か前の機種エンダー 3V2 というのを愛用しています。今回はそれと比較もしてみたいんですけど、まあめちゃめちゃスペックアップしています。スペックだけじゃなくて使いやすさ、使い始める時の組み立てなんかもめちゃめちゃ良くなっているので、そこら辺も合わせて紹介したいと思います。これから 3D プリンター始めてみたいっていう方はこの機種めっちゃおすすめです。見てもらった方が早いと思うので、印刷速度の違いを比較してみます。左が今回ご提供いただいたエンダー 3V3SE、 右は僕が従来から所有しているエンダー 3V2 です。 3D プリントは印刷物がしっかりとくっつくように、まず土台の部分を印刷します。この部分だけ見ても印刷速度の速さ、違いがはっきり出ています。さっき土台部分のプリントが終わって、今メインの造形に入っています。めちゃめちゃ速くないですか？なんかデタラメに速いのでちょっと不安なんですけど、これが印刷速度 250ms/s の速さ。古い方のプリンタはまだ土台部分をプリントしています。こうやって比べてみると、この動きの速さの違いがわかると思います。めっちゃせわしないですね。いや、早かったですね。圧倒的。ちなみに従来機種だと多分半分ぐらいも印刷終わってないですね。本番プリントはもうちょっとスピードを落として推奨されてる 180ms/s ぐらいで印刷すれば印刷結果も安定するんじゃないかなと思います。言ってもこれでもめちゃめちゃ綺麗ですけどね。これだけ早ければテストプリントの時間の節約、印刷時間短ければプリンターの稼働時間も短いので、電気代の節約とかにもつながるかもしれないですね。何より印刷の騒音から短時間で解放されるのもありがたい。では、エンダー 3V3SE の製品特徴を紹介します。比較対象は数世代前のエンダー 3V2 なので、参考程度にお考えください。まず先ほど見てもらった印刷速度、最高 250ms/s まで対応していて、エンダー3シリーズの中で最速、そして紙機能自動ベッドレベリングを採用してます。しかも上位機種 K1 と同等レベルのものを採用しているそうです。
これまで印刷するたびにコピー用紙で手動調整したものを自動でやってくれるので、これはめっちゃ助かります。エクストルーダーはダイレクト方式を採用しています。棒電式と一長一短なところはあるんですけど、個人的にはダイレクト式の方が反応が早くてフィラメントのねじれとか滑りにも強い印象です。そしてデュアル Z 軸になって安定性がアップしました。従来は片側にしか Z 軸なかったんですけど、この連動して動くデュアル Z 軸、この上下方向の動きがスムーズになったような気がします。本体の左側面には USB ポートと SD カードスロットがあります。電源スイッチも本体左側面、本体の背面まで手を伸ばさなくていいので地味に嬉しい。あと電源プラグも一般的な2極プラグになっています。これも地味にありがたい。印刷サイズは縦横22センチ、高さは25センチまで。エントリーモデルの印刷範囲としては十分です。プラットフォームは PC バネ工。こんな感じでぐにゃぐにゃするので印刷物がめっちゃ取り外しやすいです。こちらは表面がザラザラしたテクスチャになっています。本体の接地面積はかなりコンパクト、デザインもかなりスッキリしています。こちら従来品なんですけど、接地面積はほぼ同じなんですが、本体前面にこの出っ張りがあるので、これがすごい邪魔。結構これにぶつかったりしたので、設置場所は気を使いました。コントロールパネルはおなじみのくるくるピッピタイプですね。対応言語は日本語、しっかり対応しています。印刷時の画面では印刷までの完了予測時間、消費するフィラメントの量とかいろんな情報が表示されます。残念ながらこのパネルタッチパネルではありません。下のノブをくるくる回して決定は押し込む。そしてこのビープ音がやたらでかいです。これ調整できるのかな、ちょっと気になりますね。組み立てもめっちゃ簡単で、付属の説明書を見ればおそらく誰でもできるレベル。組み立てるパーツ自体は全部で5個、組み立ての工具も全部付属していて、ネジ類もちゃんと分かれて入っています。組み立ての手順としては、この字型のフレームを土台部分に刺して上側と裏側からネジでしっかりと留めます。そしてコントローラーにケーブルを挿して付属のネジで土台に固定します。フレームの上部にはフィラメントホルダーを取り付けます。続いて土台から出ている大きなケーブルをエクストルーダーに挿してケーブル固定パーツを取り付けます。このモーターに小さなケーブルを取り付けて太いケーブルをこのクリップにはめ込みます。最後に Z 軸のモーターに土台から出ている短いケーブルをつないで完成です。説明書には使い入りで組み立て方法が載っています。これを見れば多分大丈夫。昔のやつはほぼバラバラの状態から組み立てで、しかも完成後の微調整がめんどくさかったです。これだけ印刷速度が速くて、しかも上位モデルに採用されている自動ベッドレベリングも搭載。ぶっちゃけ僕の使ってるエンダー 3V2 から比べると本当にケチのつけようがないぐらいスペックアップしてるんですけど、これが実売29,000円程度で購入できる。正直エントリー向けの 3D プリンターとしてはコスパモンスターですね。積層型の 3D プリンターを始める人でどれを選べばいいかわからないっていう人は、エントリーモデルとしてエンダー 3V3 SE かなりおすすめです。上位モデルでは S1 とか K1 とかあるので、そちらも気になる人はチェックしてみてください。一応今回紹介したエンダー 3V3 SE については下の動画説明欄に商品リンクを載せておきます。一応レビュー動画なので使いづらいところとかあったらそれも合わせて伝えるつもりだったんですけど、本当に悪いところというのが見当たらない。この値段でこのスペック、多分文句つける人はいないでしょう。というわけで今回の動画は以上です。今後も 3D プリンターを使って楽しくアクアリウムをできるような自作アイテム作っていきたいと思いますので、気になる方はチャンネル登録いただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。